アドレッシングフォーマットを知る必要があるわ。また出てきた謎用語。分かったのだ。こちらが譲歩するのだ。なんで態度でかいの？この流れが重要ね。沼の波動しか感じないのだ。同じ名前なのに全然違うだなんて広告詐欺なのだ。広告は関係ない。まずは冷静になって言い分を聞いてやるのだ。態度でかすぎでしょ。日の目を見れないなんて引きこもりな仕様なのだ。引きこもりな仕様って何？罰金でもって買えるくらいならずんだもんに残すのだ。それ横領。こんにちは、四国メタンです。ずんだもんなのだ。春日部紬です。前回は車両診断通信の物理層とデータリンク層のキャンをやったから、今回はネットワーク層とトランスポート層の話になるんですかね。確かネットワーク層とトランスポート層は ISO15765 の2に記載されてる内容になるのだ。そうね。DO キャンにおけるネットワーク層とトランスポート層は ISOTP と略されるわね。それは ISO に準拠したトランスポート層みたいな意味合いですかね。多分そうね。よくソフトウェアコンポーネントの名称で使われることが多いから、そういう呼び方があることは覚えておいた方が良いわね。今回はネットワーク層とトランスポート層の2層を一気にやるのかなのだ。ネットワーク層とトランスポート層を一気に説明するにはボリュームが大きいから、今回はアドレッシングフォーマットの説明までの予定よ。またよくわからん用語が出てきたのだ。イーサネットとかだとネットワーク層に該当する概念って IP アドレスとかですよね。 DOCAN も IP アドレスみたいなのがあるんですか？そうね。物理アドレス、機能アドレスって呼ばれている。まあ IP アドレスより MAC アドレスに近い概念ね。ちなみに物理アドレス送信がユニキャスト相当である1対1通信、機能アドレス送信がブロードキャストまたはマルチキャスト相当の1対多通信。何をどうすれば物理アドレス送信、機能アドレス送信になるのだ。その前にアドレッシングフォーマットを知る必要があるわ。また出てきた謎用語。アドレッシングフォーマットは4種類存在する。ノーマルアドレッシング、ノーマルフィックストアドレッシング、エクステンディドアドレッシング、ミックストアドレッシング。なんで4種類もあるのだ。1種類で十分なのだ。それぞれ載せる情報のボリュームが違うって感じね。シンプルな仕様もあれば複雑なものもある。要はネットワークの複雑さに応じて適切なものを選ぶイメージね。言いたいことはわかりますけど、1種類に統一した方が楽そうな気がするんですけど。 PC ネットワークと異なり、車載ネットワークはコスト、サイズ、省電力の都合で処理能力の低いノードも混じってくる可能性が高い。ここら辺のバランスを取るためにも通信仕様もバランスを取れるように、仕様にある程度の幅が必要になるのよね。そう言われるとしょうがない感じはしてくるのだ。わかったのだ。こちらが譲歩するのだ。なんで態度でかいの？物理アドレス、機能アドレス、アドレッシングフォーマットの話が出ましたけど、どれからやるのが良いんですかね？全部ね。だから全部よ。それぞれが関連し合ってるから切り離して説明するのは無理ね。ならば両方同時に理解するしかないのか。まずはアドレッシングフォーマットで使われるパラメータを知ってもらうわ。ついでに略語もここでしっかり覚えておいた方が良いわね。略語は便利ですけど、初心者的には意味不明になりやすいから困りますよね。まあカンペにでもメモっておけば OK よ。カンペならバッチリなのだ。それでは各パラメータの表を見せるわ。この5つのパラメータを使ってアドレッシングフォーマットが決まる感じなんですかね。1種類のアドレッシングフォーマットでこれら全てを使うわけではないわね。アドレッシングフォーマットによって使ったり使わなかったり、なんかややこしいことになってきてる気がするのだ。 NTA、NSA は送り先、送り元を示してるのはわかりますけど、他のパラメータは ISO ディスクリプションを見てもよくわかりませんね。そうね。 NAI や NAE に至っては具体的な目的も定まっていないわね。もう意味わからん。結局このパラメータを見てどうしたらよいのだ。まずは5種類のパラメータがあることを認識。そしてそれらが各アドレッシングフォーマットでどのように使用されているかを知る。この流れが重要ね。
沼の波動しか感じないのだ。まずはノーマルアドレッシング。名前的には最も普通なものってところですかね。そうね、一番シンプルかつ明快。フォーマットはこんな感じね。さっきの NAI が CANID を陣取ってるのだ。CANID って11ビット帳の標準 ID と29ビット帳の拡張 ID があったと思うんですけど、ここではどっちを想定しているんですか？両方ね。どっちで使用しても OK よ。でも NAI だけだとさっきのパラメータの送り先と送り元に相当するものがないから、どこに対して送ってるとかがわからない気がしますね。そうね、わからないわ。わからなかったら通信できないのだ。ネットワーク仕様として事前に定義する感じになるわね。例えば111がオフボードテスタから ECUA、 222が ECUA からオフボードテスタ、999が機能アドレスとして全 ECUA みたいに個別に定義していく。なるほど。イーサネットほどの万能性はないけど、シンプルでわかりやすいかも。そうそう、最初にも言ったけど、このアドレッシングフォーマットはシンプルさを重要視したものになるわ。次はノーマルフィックストアドレッシング。このアドレッシングフォーマットは29ビット超 ID である拡張 ID のみになるわ。フォーマットはこんな感じになる。今度は一気に複雑になりましたね。パラメータも3つ抱えてますし、NTA タイプは何に使ってるんですかね。 0x3A だったら物理アドレス、 0x3B だったら機能アドレスって使い方ね。 NTA と NSA はそれぞれネットワーク仕様で決めるって感じなのかなのだ。そうね。ただある程度範囲が決まっていて、オフボードテスタは 0xF1 から 0xFD の間、 ECU も領域別に設定すべき番号の範囲ってのが決まってる。 SAE 規格のどこかで定義されていたかと思うんだけど忘れたわね。忘れたんですか？昔見た気がするんだけど、ちょっとどこで見たか覚えてないわ。おっちょこちょいなのだ。それをずんだもんに言われると複雑な気分になるわね。話を戻して、このアドレッシングフォーマットは結構きっちり決まってるんですね。ノーマルフィックスとアドレッシングって名前もそのイメージで付けられた感じなんですかね。その可能性は高いかもね。各アドレッシングフォーマットの中で一番仕様として定義しやすいものなのは確かね。次はエクステンディドアドレッシング。11ビット超の標準 ID と29ビット超の拡張 ID の両方で使えるわ。構成はこんな感じになる。今までのアドレッシングフォーマットは CANID の中で閉じてましたけど、これはデータフィールドも使うんですね。そうね。ノーマルアドレッシングに NTA の情報を付加して拡張版としたイメージね。こいつはどんな性格なのだ？私もこのアドレッシングフォーマットは見たことがないので推測になるんだけど、もともとノーマルアドレッシングで運用していた。ノード数が増えて CANID が枯渇し始めた。NAI を固定にして NTA でハンドリングし始めた。って感じなんでしょうね。ノーマルアドレッシングの NAI がノード数分あるのに対して、エクステンディドアドレッシングはノード数ではなく、物理アドレスと機能アドレスグループの分の CANID だけで済むって効能がある。なるほど。ノーマルアドレッシングは CANID ごとに意味を持たせていたから枯渇しやすそうですもんね。ノード数が増えることによる枯渇というと IPv6 っぽいのだ。ずんだもん先輩が頭良さそうなこと言ってる。ずんだもんのことをなんだと思ってるのだ。やかましいわね。次はミックストアドレッシングになるのだけど、11ビット超の標準 ID と29ビット超の拡張 ID で大きく構成が変わるわ。大きく変わるのに同じ名前をしているんですか？同じ名前なのに全然違うだなんて広告詐欺なのだ。広告は関係ない。まあこれは聞いてもらった方が早いのだけど、拡張目的が一緒というのが理由だと思うわ。まずは冷静になって言い分を聞いてやるのだ。態度でかすぎでしょ。まずは11ビット超の標準 ID の方。構成はこんな感じね。なんか見たことあるような気がするのだ。エクステンディドアドレッシングに似てますね。NTA が NAE になった感じ。そうね。まあエクステンディドアドレッシングよりノーマルアドレッシングの拡張と捉えた方が適切ね。エクステンディドアドレッシングもノーマルアドレッシングの拡張だったような。拡張の動機が違うってことね。NAE の役割が重要。これは IP アドレスでいうところのネットワーク部に相当するもので、
ゲートウェイをまたいだ通信をすることが想定される場合に使われるイメージ。まあ NTA もゲートウェイをまたいではいけないという理由はないので、結果的には一緒ってオチはあり得る。ただ動機が異なることだけは覚えておいた方が良いわね。なるほど。似てるけど、こっちはゲートウェイを意識しているってことなんですね。そして29ビット超の拡張 ID の方。構成はこんな感じ。NTA タイプは物理アドレスの場合は 0xCE、 機能アドレスの場合は 0xCD。 これもさっきどっかで見たような構成なのだ。ノーマルフィックスとアドレッシングですね。ただ NAE が追加されてますけど、もしかしてこれもゲートウェイをまたぐことを想定しているのか？そうよ。なるほど。標準 ID と拡張 ID で構成は大きく違うけど、ゲートウェイをまたぐという動機においては同一ってことなんですね。そうそう。 ECU がむちゃむちゃ増えることを想定した一番何でもありなアドレッシングフォーマットね。ただネットワーク設計をきっちりする必要があるので、これもあまり日の目を見ないのも事実。私も実際にこの仕様で動いているのは見たことないわ。日の目を見れないなんて引きこもりな仕様なのだ。引きこもりな仕様って何？アドレッシングフォーマットって結局どれがよく使われるのだ？あーしもそれは気になりますね。私の経験則になるけど、ノーマルアドレッシングとノーマルフィックスとアドレッシングがほとんどじゃないかしら。理由はいろいろあるんだろうけど、 DOCAN の前身で KWP2000 と呼ばれる通信フォーマットがあるのよね。この仕様を可能な限り踏襲するとノーマルアドレッシングかノーマルフィックスとアドレッシングになるのよ。よって移行のしやすさからこの2つのどちらかに絞られる。欠点としてはノード数の増加に対応しにくいのはあるんだけど、そもそも全ての ECU が車両診断通信に対応する必要もない。よって ECU の数が増えたことが直接 NAI、NTA の枯渇につながるわけでもない。車両診断通信しなくてもいいんですか？確か法規的に対応しないとダメだったと思ったんですけど。そうなのだ。罰金刑を食らうのだ。罰金でもってかれるくらいなら済んだもんによこすのだ。それ横領。法規的に対応するのはエミッション系と呼ばれるもので、エンジン制御とトランスミッション制御のように排ガスに関連のある ECU、 それ以外は法規的には求められていない。ってことは枯渇しない？法規要件だけだったらね。故障診断通信としては工場での組み付け後動作確認や市場不具合解析の目的もあるんで、ここら辺の費用対効果があれば実装されることは多い。よって結局はメーカーの方針次第ってことになるわね。結局大丈夫か大丈夫じゃないのかがわからんのだ。その通りよ。何が正しいかは誰にもわからないわね。断言した。今回のまとめよ。アドレッシングフォーマットは4種類。ノーマルアドレッシング、ノーマルフィックスとアドレッシング、エクステンディドアドレッシング、ミックスとアドレッシング。構成するパラメータは5種類。NAI、NTA タイプ、NTA、NSA、NAE。ノーマルアドレッシングは使用策定側で CAN-ID 別に役割を決定。ノーマルフィックスとアドレッシングは機能アドレス、物理アドレス、送信先、送信元が分かりやすい。エクステンディドアドレッシングはノーマルアドレッシングに NTA を追加して拡張したもの。ミックスとアドレッシングはノーマルアドレッシング、ノーマルフィックスとアドレッシングに NAE を追加しゲートウェイ対応したもの。いろいろ種類があってめんどくさかったのだ。でも結局はノーマルアドレッシング、ノーマルフィックスとアドレッシングが主流なんですよね。そうね。まあ使わないものも存在していることだけは知っておいた方が良いわね。以上で本動画は終了です。今回はアドレッシングフォーマットの話が中心でしたが、そろそろ具体的なメッセージについても解説する予定です。アドレッシングフォーマットだけでもヤバい感じだったのだ。さらなるヤバさを求める人はチャンネル登録をよろしくなのだ。さらなるヤバさを求める。マニアックすぎて草って思った人は高評価もよろしくお願いします。まあマニアックなのは全面的に同意ね。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。マニアックなのだ。